皆さんこんにちは、青ゆいです。突然ですが、今日はこの D-Lux8、そして付属のフラッシュについてお話ししていこうと思います。開封動画、そして詳しいスペックに関してはこちらの動画をご覧ください。買ってから1年半ぐらい経ってるわけなんですけど、これまでね YouTube で一度も、作例をお見せしたことがなかったんですね。ただプライベートではずっと使っていたカメラになります。なのでね、今日はこのカメラを使ってどんな作例を撮れるのかっていうのも含めお話ししていこうと思います。早速ね、本題に入りたいところではありますが、その前に CP プラス連動企画の銀座編、そちらの講座に足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございます。札幌に引き続きとても楽しかったです。その公演の日ですね、実は私こちらでスナップをしてきました。なので今日の動画ではその銀座のスナップ写真っていうのもたくさん出てきます。ぜひね、そちらも合わせてお楽しみください。ということで、今日の動画について、まず説明させていただきますと、本日は2部構成でやっていきます。前半ではこのカメラの購入理由、あと簡単なスペック紹介や特徴についてもお話ししていきます。そして後半ではこのカメラを実際に外に持ち出して POV 視点で実際の作例を紹介していきます。モニター画面を皆様にお見せしながら、作例をお届けしますので、かなりリアルな撮影体験をお届けできるかと思います。まずこのカメラを買った理由なんですけど、超シンプルです。可愛いコンデジが欲しかったそれが一番の理由です。だって可愛くないですか？なんかもう持ってるだけでめちゃくちゃテンションが上がりますね。普段ね、私いろんなカメラを使っているんですけど、その中で割とね、これよりも大きめのカメラを使うことが多いです。ただね、いろんなカメラを使っていく中でもっとね、もうめちゃくちゃ気軽に持ち出せる、薄くて軽くてっていうのを探してた時に、ちょうどね D-Lux8 が約1年半前に出たので、そのタイミングで、購入しました。例えばね、どういったシーンで使うかっていうと、気軽にバッグの中に入れて散歩したりだとか、カフェに行く時にスッと持って行ってパシャッと撮るだとか、そういうね、日常の中で気軽に持ち上げるカメラっていうのが欲しくて、しかもただ小さいだけじゃなくて可愛いカメラが欲しかったんです。それでね、この D-Lux8 を選びました。簡単にスペックをご紹介します。詳しいスペックはこちらの動画をご覧ください。まずセンサーサイズは3分の4サイズのセンサーとなっています。つまりマイクロフォーサーズと呼ばれる種類のカメラです。そしてこちらズームレンズがついてるんですけど、今 24mm の状態で伸ばすとこのように 75mm まで伸ばすことができます。しかもね、F 値が 1.7 から16までとなっていて、コンパクトカメラとしては、かなりね明るめのレンズがついてるなという印象があります。しかもフラッシュ付き、すごいですよね。はい。スペックとしてもかなり充実しているのにもかかわらず、ふと街に持ち出して気軽にスナップしたりとか、カフェに持って行ったりとか、という時にね、気軽に持っていけるカメラですね。その気軽さっていうのがこのカメラの最大の魅力だと思います。とはいえね、写りはどうなるのか気になりませんか？これがまたね、描写もすごく気に入っていて、このカメラ使っていてすごく感じるのが、全体的にとても落ち着いた描写をしてくれる、そんなカメラだと思っています。派手に鮮やかにっていうよりはシックで落ち着いた印象の写真に仕上がることが多いです。特にね、個人的に好きなのが黒の描写です。暗部と言い換えることもできます。本当にね、その黒が強く潰れる感じがなくて、しっかりと丁寧で落ち着いた黒の出方をしてくれます。なのでね、影の部分がベタっとした感じにならずに、少し奥行きがあるような落ち着いたトーンになります。これがね、すごく綺麗で、街の影だったり建物の陰影だったり、そういったものを撮った時にすごく大人っぽい写真に仕上がるなという印象があります。なのでこのカメラはね、街スナップだったり建物だったりガラスの反射だったり、こういったシーンたちとすごく相性がいいカメラだと思います。光と影が混ざる場所だったり、建物のラインだったり、そういうものを撮るとすごくかっこいい写真に仕上がりませんか？あともう一つ思うのは、このカメラは見た目がねすごく可愛いカメラなんですけど、写真としてはかっこよく仕上がる。そのギャップもまたこのカメラの面白いところだなというふうに思います。あとね、めちゃくちゃ個人的な感想ですし、ライカのカメラこれしか持ってない中での話なんですけど、それでもね
使ってて感じるのはやっぱ独特な雰囲気があるなという印象です。なんかほんと他のカメラで撮った時とは少し違った雰囲気が残る、そんな風に感じています。なんか同じ場所を撮ったとしてもこのカメラで撮ると少しね空気感が他のカメラと違うんですよ。うまくねこう言葉にするのが難しいんですけど、少し落ち着いた雰囲気だったりとか大人っぽい雰囲気だったりとか、そういう独特の空気感っていうのが写真にもしっかり現れるなという印象があります。あとねこのカメラでめっちゃ面白いポイントがありまして、それはですねレンズ交換ができないことです。レンズ交換ができないっていうとそこの部分デメリットって感じる方もいると思うんですけど、私はむしろねそこが好きです。レンズ交換ができないからこそ 10.9 から 34mm という焦点距離、換算すると 24mm から 75mm の画角をどう生かすか、どう切り取るか、そういうことを自然と考えるようになるんです。制限があるからこそ逆に撮ることに集中できる。これはねスナップカメラとしてすごく面白いポイントだと思います。あとね個人的に好きなのがここの部分です。実はこのカメラ上部にアスペクト比を切り替えられるボタンがついてまして、3対2、16対9、1対1、4.3 などね、このアスペクト比をここで変えられるんですよ。これ良くないですか？このメニューボタンじゃなくてダイヤルっていう物理ボタンで変えられるので、今日はスクエアで撮ろうかなとか横長で撮ろうかなとか直感的にその日の気分で変えられるっていうのがすごくいいなと思います。それってねスナップしててすごく楽しいポイントだと思います。あとねこのカメラめちゃくちゃ可愛いので、もっとね可愛さを追求したくて、私ね後付けでこのシャッターレリースボタン、赤い丸いボタンをつけたりしています。このねパカッと自動で開くキャップ、こちらも後付けしています。元のやつはね端のつまみをギュッと押して外すレンズキャップだったんですけど、こういったものに改造しています。あとこれですね、これも買いました。可愛くないですか？専用ケースなんですけど、こういうねカスタムしていくのもこのカメラの楽しさだなというふうに思います。一個一個結構高いんですけどでもね可愛いのよ。それで言うとこのフラッシュもそうですね。これは元からついていた商品ではあるんですけどよくないですか？でねこれ撮れる上もまためっちゃいいんですよ。フラッシュありとなしの写真ね、どっちも好き可愛くないですか？もうねフラッシュってハマると結構撮ってしまいまして、この独特の雰囲気がねまたフラッシュなしの時と違っていてすごく好きですね。この自動開閉のキャップっていうのはスナップのね利便性を上げるために買ったものでもあるんですけど、これめっちゃいいんですよ。電源を入れるとねすぐ開くのですぐ撮れる。そして切ったらまた閉じる。レンズキャップをなくすこともないです。私ねちょっとレンズキャップ割となくしがち。結局ポケットの中にあるんですけど、その4つなり2つなりポケットのどこに入れたのかっていうのをすぐね分かんなくなることがないので、これねすごくいいです。逆にね唯一の注意点を挙げるとするならばモニターがバリアングルでもシルトでもないんですよ。なのでこう開かない固定タイプなんですね。なのでローアングルとかハイアングルですねの時に少し工夫が必要かなといったところぐらいかなと思います。ただこのカメラね本当にスナップ専用として使ってるので、スナップする上で特にそこの面に関してはそんなに大きく影響はないかなと思っています。むしろね気軽に持ち出せるカメラとしてすごく重宝しています。ということで、そろそろ後半編実際の POV 作例を、お届けしたいと思います。ここからは実際の作例をお楽しみください。皆さんこんにちは、青ゆいです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですねこちらのライカ DLUX8 を用いて、銀座スナップをしていきたいと思います。ちょうど今 CB プラスの銀座公演が終わったばっかりなので、その帰りに、取り歩こうと思ってます。ぜひ最後までお楽しみください。何これめっちゃ可愛い。ここはちょっと明るくしていいんじゃない？ぐっと寄って撮ったらね良さそうですね。ちょっとアンダー目がやっぱり合いますね。
いいね。かわいいね。面白いですね。テニスボールかと思って近づいたら違いました。ただこれドレスが素敵なので広角が合うかも。あ、そうだね。こうすると街並みも入って、うわ面白い。めちゃめちゃ面白い。いいですね。ここもうほぼメインストリートですね。はいはいはい。これはね、広角で撮りたいね。とかちょっと下から。お、F11 ぐらいで綺麗ですね。空の色が綺麗。すごいいいね。こういった文字を中心にあえて奥の背景を入れて銀座らしさを残しても面白いかもしれないですね。メインストリートから外れたこのところもまた、そうですね。なんか裏路地感があって好きですね。良くないですか？めちゃめちゃいいと思うんですけど、私は最高ですね。銀座でこの裏路地感がまたいいんですよ。この都会感とのギャップがね、またいいなと思っちゃったりしますね。左側のステッカーとかも好きですね。何これ、すごっ。ここは F 値絞って全体的な写真を撮ります。ちょっとシャッタースピードね、さすがに125分の1ぐらいは欲しいかな。めっちゃいい。正面から撮りたいので正面に回ってきました。24ミリでいきましょう。やばくないですか？めちゃめちゃいい。やばい、良すぎる。ちょっとね、30の数字を生かして撮ったら面白いんじゃないかなと思ってます。はいはいはい。いいね。ただ撮るだけもいいんですけど、何かこう目的を持って撮ってあげると面白いかもしれないですね。30の文字が良かった。うわ、すごい。ただの看板ですけど、こういうの煽り気味で撮っても面白いかもしれないですね。斜めであえて角度つけて。これ撮ってあ、これ影入れたら面白くないですか？あ、そうね。めちゃめちゃ面白いわ。このポイントは物体と影の両方を入れることですね。いいね。あれとか良さそうなのでちょっと撮ってみます。何がいいかっていうと、そうですね。ちょっと F 値を絞りつつ撮ろうかと思うんですけど、このね、光の当たる感じが結構好きですね。と、あと上に伸びる感じ。なので24ミリで撮ったらいいかな。そうね。縦が合いそう。いいね。最高。あ、なんかありましたね。
置き忘れが。はい。これね、ついてるレンズ交換式ではないんですけど、24から75までいけるので、結構マッチスナップとの相性がいいなという印象があります。でね、フッチも 1.7 スタートなので、わりかしね、良さげなレンズがついてるなという印象です。なので、街撮りには最適かもしれないです。とにかく楽しい。銀座と合う。ちょっと足元のあたりを撮ろうかな。このあたりも昔撮りましたね。目の前のね、上に伸びる建物とか撮ったら面白そう。いいね。今、そうですね、24ミリにしましょうか。いいですね。なるほど、すごい可愛いですね。ちょっとここまで。ちょうどね、正面で、ここ一帯を撮りたいと思います。この木枠の端を入れようかなと思っています。ちょっと寄ってあげて、端をあえて見せないという方法もありかなと思います。うん、かわいい。結構このただの歩いてる様子とかもいいかもしれない。楽しい。一旦まっすぐ進みます。どこもいい。もうすでにね、何枚か撮ったんですけど、やっぱりね、このズームレンズなのでそこもいいですね。なんか今歩いてたら可愛い場所を発見しました。少し暗いので、そうですね、調整します。どれを主役にしようかな。いいね。いいね。ちょっと正面から撮りたいんですよね、角度的に。いい。かわいい。この建物が可愛いので撮ります。やっちゃってもいいかも。いいね。最高。でね、スナップ自体も楽しいけど、今日ね、やっぱ公演終わりのこれがまたいいですね。写真をいっぱい語った後に、また撮りに行くっていうね。いいね。なんか若干曇り空な感じもまたいいかもしれない。見てください、あそこにサイスって書いてあります。NASA のレプリカがかわいい。ちょっと仮面の部分に街並みが反射してたりして、それがまた面白いですね。私が反射してる。
面白い。このね、目の前の通りいいんですけど、ちょっと角度補正したいので、あえて広めに撮りたいと思います。以前ここに来た時に撮った場所が見つかったので、ちょっと撮ってみようと思います。いいね。自販機を入れつつ、この雑多な感じがまたいいなとここの場面思いますね。なんかね、裏路地感が出てすごく良くないですか？素晴らしい。ちょっと上の赤と白の構造物面白いなと思って。じゃない？空を入れても面白いかもしれない。ちょっとこのノーパーキングが可愛いので撮ってみます。ここは少し F 値 1.7 ぐらいにしてボケを生かして撮ってもいいかもしれないですね。銀座の6で7。めっちゃ良くないですか？なんかこういったものを撮っても面白いかもしれない。ここもなんか良さそうですね。ただやっぱりここだと柵と茶色い部分っていうのが結構雰囲気違うので、少し下に寄ってですね、茶色で、系統をまとめてあげるっていうのも一つ、手かなと思ったりしますね。いいね。縦でこの階段取ってあげてもいいね。すごいいいわ。はいはいはい。いいんじゃない？この自転車可愛いですね。なんか色味が可愛い。あと奥のね、青い建物も相性がいいですね。同じ青系の色でまとまっているので。いいね。ちょっと絞り気味で、撮りたいと思います。素敵。良いね。渡ります。目の前の建物を撮りたいと思います。だいたいね、こう縦が合いますね。横もいいんですけどね。この表示が可愛いので撮りたいと思います。ミシンかな？この文字とミシンに合わせて撮ります。可愛い。